皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、参議院選挙で大きく躍進しそうな参政党の解説動画第2弾です。第1弾の動画においては多くの方からのコメントをいただきました。その中には取り上げている話題としてはちょっと古く、新しい話題についても積極的に取り上げてくださいという要望がありました。今回はその要望を受けて、以前取り扱った内容を後半部分に入れて、新規の情報については前の方で話すといった具合にして、参政党についての言動について紹介していこうと思います。なお、今回行われる参議院選挙、現時点においては、共同通信の世論調査においては、参政党の比例区での投票先の支持率は2位を記録しているとのことです。自民党に問題があるというのはまさにその通りで、私も批判してきましたが、じゃあだからといって、どこに投票するかは自分なりでいいので、様々な情報に触れつつ、最終判断をしてほしいと思っています。このチャンネルでは安全保障の話題がちょっと多めですので、参政党の神谷代表の意見がどのようなものかチェックしておきましょう。ニコニコで行われたネット討論会での発言です。はい、今の日本の国防は在日米軍なしでは考えられない状況ですので、やっぱりこの体制を長い時間かかったとしても見直していくということだと思います。トランプ大統領は自分の国は自分で守れておっしゃるでしょうから、であれば段階的に在日米軍を引いてもらう、それからあと日米地位協定を見直す、そういったことをまず話をして、で日本で自衛隊を国防軍にするのか、自衛軍にするのかという形の中で、軍事費を増強するならいいけれども、今の状況で軍事費だけ上げてもですね、高い武器とかミサイル買わされて終わるんじゃないかなという懸念があります。もし予算をかけるんだったらですね、やっぱりデジタルのサイバー戦争が始まってますから、デジタルの分野にお金をかけること、それからスパイ防止法もそういった点で必要でしょうし、あともうこれからの戦いは多分 AI とかドローンになるでしょうから、日本のプロゲーマー集めてですね、ドローン部隊作ってですね、それでもう人を乗せずにドローンで世界一のドローン部隊で戦うとかですね、そういった新しい戦闘方法を考えて、専守防衛でやっていくような体制を国産の武器とか兵器でちゃんと賄っていくと、そうすると投資した分が内需でまた経済回りますから、そういった形でやったら軍拡もいいかもしれませんけど、今の状態ではなしだと思います。党首討論会における神谷氏の安全保障に関するこの発言は、インターネット上では炎上の部類に入りました。主な炎上ポイントとしては、プロゲーマーをドローンの操縦士として使うような発言をしていることが主な焦点となっていました。しかし、この発言ちょっと短い時間ではあるものの、様々な問題点を含んでいます。まず一番最初に出てくるのが、現在の状況であれば軍拡はなしだという、そもそもの認識が間違っている点です。現在の国際情勢においては、以前よりもずっと日本をめぐる周辺環境は悪化しています。まず第一に、国際法を破るロシアによるウクライナ侵略が日常化してしまいました。しかもその戦争においては、戦争犯罪も繰り返し行われており、もはやあまりにも日常的に行われるために報道すらされないことも非常に多くなっています。そうした状況下の影響を受けて、中東においては、イスラエルによるイランに対する先制攻撃やアメリカによるイランに対する爆撃なども、さしたる国際的な批判もないままに、あっという間に何事もなかったかのように過ぎ去ってしまいました。戦争はいつどこで起こったとしても、もはや国際情勢の中においては、さしたる関心を呼ばない、こうした状況を考えれば、いかにして防衛力を高めていくかといったことは非常に重要です。ですから、今の体制だったら、軍拡はそもそもなしだという、その結論そのものが大きな誤りです。しかも、軍拡の条件として掲げていた話というのも、これもまた明らかに安全保障に対する考えが日本を危険にさらすことを意味しています。例えば、トランプ大統領は自分の国は自分で守れと言っていますから、それを合わせて神谷氏は在日米軍は引いていき、日本は自主独立的な防衛体制を引くような話をしていました。これも明らかに日本を危険にさらします。日米同盟は現実的な視点で見れば明らかに日本にとっては圧倒的な利益をもたらしています。そもそも日本とアメリカの防衛費を考えてみましょう。日本は長い間 GDP 比 1% の防衛費5兆円でさまよっていました。一方で中国はその日本経済が低迷している中においてひたすら軍拡を繰り返して防衛費はすでに35兆円前後、さらに隠されている予算について足し合わせれば40兆円は超える危険性があると言われています。一方で日本の同盟相手であるアメリカは
防衛費が138兆円。日本が近年になってからようやく防衛体制を見直そうとして予算を積み増し始めました。GDP 比 1% から 2%。それでも日本の防衛費は約9兆円、10兆円にも届かない状態。アメリカの防衛費に比べれば2桁小さい状態です。このような状況下において自分の国を自分で守るための防衛予算をもしも組もうと思えば最低限中国と同等並みのものを考えなければなりません。ですから在日米軍に撤退することを求めるような発言というのは日本の防衛力、そして抑止力を失わせる発言であり、中国を利するだけです。日本の防衛力を上げるというのは非常に重要なことであり、それは現在の体制下においてもできることです。そもそも実際の戦闘が発生した場合においては、日本の自衛隊では継戦能力が足りないことが以前から指摘されていました。また、攻撃を受けることを前提とした掩体壕の整備なども全くできておらず、手をつけなければならない話は非常に多岐にわたっています。そうした全体感だけの話ではなく、個別の部分についてもおかしな発言があります。これからの時代は AI やドローンが重要になるのだから、プロゲーマーを雇って最強のドローン部隊を作ろうという話をしていますが、ここの点についても何を言ってるんだという話です。まず第一のポイントとしては、軍用ドローンを扱うにあたってどの大きさ、種類、目的のドローンを取り扱うかによって適性は変わってきます。例えばドローンといっても空を飛ぶもの、海で使うもの、そして陸上のドローン。まず最初の3分類が始まり、また戦場における主力として戦っている小型ドローンや大型ドローンもあります。それぞれ役割もどのような人が関わっているかも変わってきます。例えば大型ドローンについて見ておきましょう。ロシア軍はもともとはイランで開発された大型ドローンシャヘドを使ってウクライナの各地に対する無差別攻撃を行っています。このドローンは事前に飛行経路などを入力した上で飛ばすものなので、基本的には一旦飛び立ってしまえば人の手を離れるものであり、誰でもできるぐらいの勢いのものです。一方で、前線における戦いで使われている小型ドローン、こちらについて適性が最も高いと考えられているのが、プロゲーマーではありません。ドローンレーサーです。ドローンレーサーというのは、民間のドローンを使って飛行会場などをルールにのっとって素早く周回したり、正確性を競い合うような競技の選手の人たちのことです。もしもこのドローンレーサーの人たちにプロゲーマーとの対決をしたらどっちが強いですかみたいな話をしたら、当然のようにレース会場でドローンを飛ばしているレーサーの方が圧倒的にうまく扱えることでしょう。ですからここのポイントでまずプロゲーマーを挙げたこと、それ自体が最初の間違い。そしてその間違いにさらに問題発言をしているのが、そのような人たちを集めて最強のドローン部隊を作ろうという話をしているわけですが、そこにはあたかも国家がプロゲーマーたちを強制的に任務に就かせるようなニュアンスが含まれています。例えばウクライナの戦場においてドローン部隊を担当している人たちの中には外国人義勇兵の人たちもいます。その人たちは自ら望んで自分にはドローンを操縦する経験があり、軍務経験もある。だからこそウクライナでドローン兵として戦いたいとやってくる人たちがいます。また、ウクライナ軍のドローン操縦士の人たちも基本的には自分がやりたいからそこに行くのであり、決して国家がお前はなんかうまそうだからドローンを操る兵として軍に入れなどといった強制をされるわけではありません。また AI の話をするのであれば、こちらの方はプロゲーマーとは全く関係のない話となります。AI つまり自律戦闘型の兵器の場合であれば、開発時にどれだけの科学技術者たちを集めて仮想空間上における動きをどれだけ学習するかといった話へと集中してくることとなるので、これはゲーマーの仕事ではありません。当然 AI の自律戦闘型であれば人間が操る話でもありません。このように神谷氏の安全保障関連の発言は短い時間の中でほとんど最初から最後まで間違いだらけというかなりひどいものでした。ちなみに日本の安全保障のことを考えれば、指摘すべきはどれだけの空軍力、海軍力、そしてそれらを補強するための長距離兵器を確保するかの話題をするべきでした。神谷氏は
今の状態で予算をどんどんと増やしていっても、アメリカから高い兵器を買わされるだけだというような話をしていましたが、アメリカから高い兵器を買う部分、例えばステルス戦闘機 F35 は間違いなく役に立つ兵器です。中東情勢の戦いについても解説動画を上げていますが、イスラエル空軍による F35 の空爆、アメリカの B2 戦略爆撃機による攻撃は、どちらも国家という単位の軍隊を持つイランに対して一方的な攻撃を成功させました。防空レーダーはある、対空ミサイルもある、戦闘機も保有している。しかしそれでもなお全く止めることができず、一方的に攻撃をされ続けたのです。軍事技術の格差といったものが確実に戦場における損害の差に直結したのです。日本国内には防衛予算を積みますという話をした時に F35 が型落ちだという意味不明の発言をする人や、昔からバージョンアップを繰り返してきたミサイルについてポンコツだ、古臭い、時代遅れだといったような発言をする人もいますが、それらもまたかなり無茶苦茶な発言が多いものです。また日本国内における開発においても必要なものについての準備は進んでいます。例えば専守防衛だけではなく、相手国が日本を攻撃しようというのがはっきりと分かってきた状態においては、敵の攻撃拠点に対してもある程度打撃を与えるべく、長射程のミサイル開発も進められています。三菱重工の開発している12式地対艦ミサイルの性能向上型は、射程距離が1000キロ以上あり、さらにこの射程距離を伸ばすことも準備されています。問題は、予算を積みまして、このミサイルをどれだけ量産し、必要になった時に潤沢に使うことができるのか、そして保管庫がしっかりと守られているか、こうした事前の備えといったものが論点とならなければなりません。神谷氏がプロゲーマーたちをドローン操縦士として集めるんだみたいな話をしていたことについて、本人たちの自由意志とは関係なく国家がそのような命令を下すようなイメージを持たせる発言でした。それが一体どこからやってきているか、それは参政党の新しい憲法案にあります。こちらは参政党の公式サイトに載っている参政党が作る新日本憲法です。様々おかしいところがあるのでちょっと突っ込みがめんどくさくもなるのですが、今回はちょっと一つだけ取り上げます。第2章国家第4条、国は主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。現在の憲法においては国民主権を宣言しています。一方で、参政党の憲法案においては、国民に主権はない、国が主権を有するのだという具合にして、全く現在の体制を否定しています。国民一人一人の主権を認めていない以上、プロゲーマーは国家の意思を持ってその主権によってドローンの操縦兵にできるのだという、かなり上から命令することが前提となっている発言だと私は思いました。参政党のこの独自の創建案については、憲法学者が怪文書だと評した記事なども出ています。構想案では天皇を元首としており、国民ではなく国が主権を有しと記述。さらには国民の要件として日本を大切に心を有することを基準として法律で定めると定義。国防では自衛軍の保持を明記し、報道機関には義務を負わせるなど、現行の日本国憲法とは乖離した思想が色濃く出ていた。これに対して SNS では国民から主権を奪うと言っている。国民の基本的人権の項目がないなどと拒否反応が上がっている。東京都立大の憲法学の木村壮太教授は、参政党の憲法案について、どちらかというと怪文書のようなものでして、あれを憲法とか憲法改正案だと思っている人はあまりいないと思いますねと苦笑。木村教授は、右だの左だの、改憲だの護憲だの、それ以前の文章とバッサリ切り捨てた。そして、参政党の憲法案においては、天皇を元首とすといったところから、一般国民とはかけ離れた存在として天皇を扱おうとしています。このことがわかる発言というのを次に紹介しましょう。本人も賛否両論あると思うんですけど、と一応前振りをした上で、側室制度について言及しています。神谷氏のこの発言についてはその後、発言そのものをなかったものにするべく動画においては削除されました。私の意見としては側室を持つといったことについては反対です。そのようなことをすれば国民感情として皇室の存在そのものに嫌悪感を持つ人が増えるだろうと私は思うからです。神谷氏は現在の状態のままであれば男系男子の継承といったものが危うくなるといったところからそのような話をしたのでしょう。しかし話の本筋に戻せば現在政府や与党野党間における協議などにおいても旧宮家の男系男子を養子縁組するなどして
宝石復帰する案といったものが検討されています。まずはそれを第一に話を進めるべきでしょう。そしてその上で本当に議論すべきなのはどれだけの技術を活用するか。私はそちらの方こそ国民的な議論が必要だと思っています。というのも、現在の医療技術といったものの発達は非常に目覚ましいものがあります。一般的には不妊治療の技術に入るのですが、その中には体外受精と受精卵の性別選別といったものも含まれています。体外受精における性別選別においては基本的に医療界としてはこれを禁止されています。いわゆる倫理的な問題があまりにも大きいからです。ただし、そこに踏み込まなくてもそれ以前の段階における話として、例えば20代前半におけるお見合い結婚をもっと真剣にこしさ考えるべきだというような議論や、結婚してからの話としても卵子や精子の早期の凍結保存を実施し、自然妊娠ではなかなか子供が生まれていなかった時のための保険を最初に打っておくかどうかといったような話なども正面から議論しておくべきでしょう。こういった現代の医療技術をどこまで活用していくかといった議論の方が私は前向きな話だと思います。そういった医療技術の活用といったものを考えた上で、旧宮家の男系男子を数人でも復帰させることができれば、男系男子の維持はそう難しくないのではないかと思います。こちらの図は旧11宮家の略系譜とされるもの。この中で男系男子がいる家というのが国宮家、茅宮家、東国宮家、武田宮家。では、これらの家においてどれくらいの人数がいるかについては記事がありました。2021年5月10日に行われた有識者会議のヒアリングでは、国士舘大学特任教授の桃地明日大名誉教授が、現在20代以下の未婚の男系男子が少なくとも10名はおられると思われると自前の資料をもとに説明していました。2017年の有識者会議でも天皇系図や旧宮家系図などを示しながら未婚の男系男子がこれだけいらっしゃるというご説明をしています。その10人の内訳は、国家に1人、東国家に6人、茅家に2人、そして武田家に1人ですが、現在はさらに2人増え、少なくとも計12人の候補がいると見られます。と、これだけの男系男子がいることを当時の桃地日大名誉教授が話していました。もちろん全員が功績復帰を打診したとしても了承するとは限りません。ただこの中でも何人かが戻ってきた上で先ほども述べたような医療技術の活用などを進めていけば男系男子を維持することは十分可能のように私には思えます。ただしそのような議論が進んでいないことこそが今の問題でしょう。ちなみに日本保守党についてどう思われますかというコメントも入っているのですが、動画にできていなかったので今回ちょぴっとだけ取り上げておきましょう。こちらは日本保守党の百田代表の参政党に対するコメント。髪えっとこの顔やね。あれなんか瞬間接着もう接着なんでひっつけとるからね、顔がね。これかなか以外できない顔かもしれません。ちなみに百田代表と私の容姿は実は似ていて、今は女装しているからこそ髪もあるし肌もツヤツヤというような状態で一応映っていますが、実際の私は百田代表と変わらずウィッグを取れば坊主頭ですし肌もボロボロです。そうした意味で見た目が似ているという点でちょっと嫌悪感もあるのですが、ああなってはいけないなとも思います。私が参政党に対する解説を行っていますが、その意見といったものはあくまでも神谷代表の政策に対するツッコミであったり、参政党そのものの体質に対する言及などです。決して神谷代表そのものの個人的な容姿に対する誹謗中傷などをする気はありません。百田代表のあのような言動は、今回紹介したものだけではなく、日常的にあのような見聞きしたくないようなものを繰り返しており、解説動画にすることもちょっとためらわれるほどです。日本保守党については、一旦横に置いておくとして、神谷代表や参政党の安全保障に対する考え方や知識については、一般人の私よりもちょっと問題点が多いように思えます。また、憲法に対する考え方も、あまりにも現在の憲法を否定したいがために、人権を無視する方向へと走っているように私には見えます。それは果たして国民のためになるのでしょうか。私は全くそうは思いません。現在の憲法には問題点があり、修正しなければならないポイントはあります。
しかしだからといって全否定することは、これは0か100の極端な思想であり、現実にそぐわないものです。というわけで、今回の参政党に対する解説部分はここまで。ここから先は、これまで取り上げてきた参政党の言動などについての解説部分です。以前の動画をまだ見ていないという人は、ここから先もぜひともご覧ください。そして前回の動画を見た方については、ここまでで十分でしょう。参政党の神谷代表は参議院選挙で当選しました。これは第26回参院選での出来事です。選挙に出た際には報道各社からアンケートが行われます。問い1、政府がウクライナ侵攻を受け、ロシアに行っている制裁についてどう思いますか？それに対する神谷氏の回答は、制裁をより弱めるべきだとしています。制裁を強化せよではなくて、ロシアに対する制裁を日本はもっと弱めるべきだと主張しています。ちなみに神谷代表がこうですから、参政党の候補者たちもウクライナ支援について聞かれたときは反対するようです。例えば前回の動画においては須藤元気氏について触れました。この時須藤元気氏はウクライナ支援に反対を表明しています。同じく東京補選の選挙に出ていた参政党の候補者もやはりこの時もウクライナ支援には反対しています。このチャンネルでも結構何回も話をしましたが、基本的にロシアによるウクライナ侵略は違法な軍事侵略です。現代の国際法においては、軍事力の行使においては、もはや侵略戦争そのものを違法行為だとしています。ですから、それに対応するための自衛戦争については、合法な軍事力の行使として完全に分けられています。だからこそ、そうした国際秩序を守ろう、国際法を守ろうといった観点から違法な軍事力を行使しているロシアに対して制裁をかけるし、また正当な軍事力を行使して自衛戦争を戦っているウクライナを支援するという流れが生まれるわけです。こうした国際秩序を守ろうという考え方は基本的に現在の日本の基本姿勢です。他の国に攻め入ってどんどんと領土を拡張しようなんていう考え方は今の日本には全くそぐわないものです。ましてや日本の北方領土はソ連からロシアへと引き続き占領されており、本来であれば侵略者であるロシアに対して明確な反対の姿勢を示すべきなのです。ウクライナに対する支援も行わず、ロシアに対する制裁をどんどんと緩めるべきだというような主張は、結局のところ自らの価値を下げてしまう行為です。そしてこれはロシアとの北方領土の問題だけではなく、中国との間における尖閣諸島や沖縄周辺における戦闘が発生した際にも、やはり大きな問題を生み出します。侵略を受けている国に対して支援もしないし、侵略者に対しても制裁を緩めるべきだというような考えを示しているような国に対しては、他の国も非常に冷たく扱うことでしょう。中国と日本が戦争になったんだって、だから何といった具合にして他の国々から非常に冷たい目で見られる羽目になってしまいます。基本的に日本はある程度の友好国や同盟国との関係といったものを大事にしつつ、国際秩序の維持をいかにして保っていくか、戦って平和を守るのではなく、まず抑止力をもってして戦争へと発展しないための外交努力といったものが求められているわけです。ちなみにソ連時代においてソ連軍が北海道も占領したがっていたという話は結構有名な話ですが、現在のロシアにおいても国会議員の中には北海道にはロシア系の先住民がいたものを日本が侵略し、これらの人々を虐殺したことによって日本領としてしまったという、かなり一方的な歴史観を語る人がいます。こういった歴史の捏造といったものを進めることによって、いずれ役に立つかもしれないという歴史の認知戦といったものが仕掛けられているわけです。ちなみにこうした歴史的な認知戦といったものは沖縄においても同様にして行われています。かつて沖縄にあった琉球王国は中国の属国であり、その中国の属国に対して日本が侵略し、勝手に日本領にしてしまった。本来であれば沖縄は中国のものだというような主張を行う人たちはいつかこの話を使いたいなと思って定期的に広報する活動を続けていると私は思っています。ロシアの話をしたので、せっかくなので神谷氏のロシア系の話題を一つ見ておきましょう。日本人なんて超根血民族ですから、何千年にもわたって渡来人を受け入れ続けてきて、我々日本人の DNA の中には世界中の民族の DNA 入ってますからね。エリアによって違うんですけど、秋田小町とか言うでしょ、秋田の色白の美人のこと。あれ八景ロシアの血が入ってるから色白なんですよ。
ね、さ、DNA 見たらわかるんです。あれ、八景ロシアの血が入ってるから色白なんですよと、秋田小町もしくは秋田県の人々、その周辺の人たちに対する話を神谷氏が行っています。参政党の支持者の人たちにはこうした発言を聞いて、そうなんだと、納得しているかもしれませんが、全くの間違いです。八景ロシア人というのがどのようなものかについてちょっと見ておきましょう。1917年の10月革命後、ソビエト政権を受け入れずに祖国を去った、あるいはソビエト政権に対立する白衛軍を支持し、その敗北を国外に亡命したロシア人。これを八景ロシア人と呼びます。八景ロシア人は支配階級に属する地主、資本家、内戦期に白衛軍に加わった将軍、将校、兵士、一部の知識人、及び彼らの家族などからなり、1917年から21年にその総数は200万人に上った。彼らの主要な亡命先はフランス、ドイツ、ポーランド、チェコスロバキア、フィンランド、バルト三国、バルカン諸国、中国、アメリカ、カナダなどであり、とりわけフランス約40万人、ドイツ約60万人が亡命者の行き先となった。日本にも八景ロシア人が来たが、1924年末、在日ロシア国籍者は814名という数字に見られるように、その数は世界の八景ロシア人の中のごくごく一部を占めたに過ぎない。この在日ロシア国籍者の中には、通常の外交関係者らも含んでいる数であり、亡命した八景ロシア人の数はもっと少なかったことでしょう。これらの人たちによって、秋田美人の人たちが八景ロシア人の血によって染められているのだという主張は、かなり無茶苦茶だと言えるでしょう。さて、安全保障話でちょっと続きで、神谷氏の発言も見ておきましょう。自民党と戦っている立場だから、今は適切な引用ではないかもしれないが、石破総理の中国との外交の距離感はうまいと感じます。台湾有事に巻き込まれるのが一番国益にかなわないので、アジア版 NATO に中国を入れていくのは良い手です。県中県間の感情論に振り回されてはいけません。と、このように、石破総理大臣の掲げたアジア版 NATO 政策について賛同する意思を示しています。ちなみにアジア版 NATO 構想についてはすでに全く破綻しており、今は見る影もありません。なぜならば、アジア版 NATO を作るということは、日本がどこかの国と集団安全保障体制を組むことによって、日本が攻められたわけでもないのに、他の国のために戦いに赴かなければならない体制を意味します。台湾有事に巻き込まれるのが問題だと言いつつ、アジア版 NATO を結成すれば、より日本以外の場所での戦闘を想定しなければなりません。このあたり、石破総理も神谷氏もアジア版 NATO についてちょっと理解できない考え方を示しています。では、続いて中国関連の神谷氏の発言も見ておきましょう。世界中の人が癌で死んでんだったらしょうがない。癌は世界的には増えてます。発展途上国が増えてるからね。でも先進国は癌減らしてます。なんで減らせるか。食事を変えてるからです。外国はもう2、30年前から分かってるわけですよ。農薬とか添加物とかが発がん性であって。ね。だからショッキングなことを言えば、日本の野菜より中国の野菜の方が安全なんです。使ってる農薬が少ないから。という具合にして神谷氏は日本の農業に対しても非常に批判的な言葉を投げかけています。農薬まみれであり、日本の食品も添加物にまみれており、中国よりも危険だというような話をしているわけです。中国の野菜の方が安全だと考える人がどれくらいいるかはわかりませんが、参政党の支持者の人たちはこれを真に受けて、日本の野菜は中国のものよりも危険なんだというふうに思っていることでしょう。これも間違い。中国の全ての場所ではありませんが、中国の野菜については非常に多くの農薬が使われることによってそのまま食べてはいけないという話があります。そのために中国では野菜を洗うための洗剤といったものがあり、買ってきた野菜についてはまずその洗剤で洗うことによって表面についている残留農薬などを落としてから料理に使うといったことが行われています。繰り返しますが、全ての場所ではありません。しかし、現在でもそれは続いているのです。ちなみに小ネタとしては、日本ファーストを掲げる参政党ですが、参政党の T シャツはメイドインチャイナとなっており、日本のメーカーに縫製を頼んでいるわけではなさそうです。続いても人々の不安を煽り立てて、自分たちの支持者に取り込もうという話は続きます。神谷氏は日本の農業は農薬まみれ、それが原因で日本は世界一危険なものを食べているかのような話をしていますが、そもそも農薬の使用量については世界トップではありませんし、また安全性についても規
必要十分な規制はなされています。その上で、癌についての間違った知識も披露しています。癌が戦後にできた病気なんていう話は全くの嘘です。癌は何も戦後になって生まれたものではなく、人間という生物が始まって以来ずっとあるものです。ただし、癌になって死ぬかどうかで言えば、現代の方が多くなっています。なぜならば、昔であればあるほど、癌になって死ぬよりも、その他の病気や怪我などによって死ぬ可能性の方がはるかに高かったからです。乳幼児の時に死ぬ人はたくさんいたわけですが、その時には癌で死ぬのではなく、栄養失調やほんのちょっとした病気をこじらせただけでも多くの子供たちが亡くなっていきました。現代においては、日本は治安の面においては非常に高いレベルで安全な国であり、毎日誘拐殺人事件が発生し、橋の欄干に死体が吊り下げられているといったこともありませんし、毎日のように銃撃戦が起こって、もはや殺人事件が珍しくもないなんていうような状況ではありません。一般的には多くの人々が非常に寿命を長く生きており、その結果として老衰、癌、心疾患、脳疾患など、現代の医学でも助けようのない部分で死ぬ人が多くなっているのが現実です。続いての主張も、かなり無茶苦茶な根拠をもとにして人々の不安を煽ろうとしています。小麦も入ってこないって言ってるんだから、小麦なんか食べるのをやめて、米粉で全部作れるような形やればいいんですよ。若い人パンとかケーキ好きだと思いますけど、そういうのもう食べるのやめましょう。だって食べてないんです、日本人は小麦をそんなに。一部だけですよ。ね、昨日もいろいろツッコミがありましたけど、街頭でね、例えば香川県だったらうどんを食べるとかあるじゃないですか、米文化。大阪、広島だったらお好み焼きとかね、あれ全部戦後です。戦後食料がない時にアメリカから配給された小麦をどう使うのということでお好み焼きとかできたんですよ。だから小麦粉の文化、粉もん文化っていうのは全てこの戦後77年にできたものしかないの。そしてそんなことはですね、昔何万年も日本人はこの島で生きてて、このたかが数十年でできた文化ですよ。しかもアメリカに作られた食文化です。そんなものを守る必要はありません。神谷氏は日本が戦争に負けた以後の米軍統治時代といったものを否定したいがために基本的にかなり話を捏造しています。小麦に関連しての話をもう一つ紹介しておきましょう。地上の検査のおかげで悪くなったらどうするんですか。僕はこういうんですよ。ペット検査やって急転直下して死んだ人一人もいません。だけどもメロンパン1個食べて翌日死んだ人はたくさん見てます。CD よりも菓子パン食べたりするの危険なんです。こちらの主張ではメロンパン1個食べて死んだ人がたくさんいるという謎の小麦粉は毒だ説を流しています。ちなみに小麦は戦後の文化だみたいな話をした神谷氏ですが、実際には全く異なっています。そもそも日本は中国大陸との交流が古くからありました。4世紀から5世紀頃にはすでに中国大陸から朝鮮半島を通じて小麦が日本に入ってきたようです。その後、6世紀とか7世紀になると、中国からおそらく文化的に伝わってきたような小麦粉を使って麺類を作るといった料理方法が生まれてきたようです。鎌倉や室町時代にはすでにうどんという言葉が発生したようです。ちなみに戦国時代には南蛮貿易などを通じて小麦粉と砂糖を使ったお菓子といったものも始まったようです。この時代砂糖はまだまだ高級品でしたから、小麦粉と砂糖の組み合わせについてはちょっと一般的とは言えませんが、少なくとも小麦粉を使うことそれ自体がほぼ現代になってからみたいな話は全くの間違いです。小麦はその後も江戸時代を通じて一般的な食材の一つとして広く流通しました。どう食べるかやどう料理するかについての話はそれぞれの地方で好まれるものは異なってくるでしょうが、日本各地にある様々な形態の麺類などについては時代を経て様々な手が加わったものであり、戦後になっていきなり郷土料理として麺類が出てきたわけではありません。基本的に参政党の主張というのはちょっと無茶苦茶な話が非常に多く、私はこういった主張を聞いていて、神谷氏すごい人だなぁと思うことは全くありません。逆に神谷氏のこうした主張を聞いて、本当だなと真顔で受け止めてしまう人はこれからの時代ちょっと大変でしょうね。そしてここでは取り上げませんが、いわゆる陰謀論系の話もたくさん出ていますし、参政党には様々な
とてもじゃないけれど賛同できないような話といったものがたくさんあります。ここまでの話を聞いた上で、おそらく反論したい人はたくさんいるでしょう。例えば、動画で紹介しましたが、出典が明らかではないといったちょっと意味不明の反論や、どうせ切り抜いた部分だろうといったような話もする人がいるでしょう。確かに発言の全文の中から一部を切り出したものではあるものの、その一部ですらも全くおかしなものですから、長く聞けば正しいものだというふうに意見が変わるわけではありません。そしてこのような間違った知識に基づいての発言があまりにも多い人物が党の代表ですよとなれば、とてもではないけれども信頼性はないと言えるでしょう。反論したい人の中には参政党の掲げる日本ファーストという政策は正しいと主張する人もいるでしょう。実際私自身も日本ファーストであり、決して日本が2番3番でいいなんてことは全く思いません。国防も大事です。不法移民に対しても厳しく当たるべきだという主張も全く同じような話をしています。しかし気をつけなければならないのは、じゃあそうした日本ファーストや日本を守らなければならないと主張していれば、嘘や間違った情報をもとにして支持者を広げようとするその姿勢を支持できるのかという話です。公式サイトに載っていた政策が自分の考えと合っていたからという理由だけで参政党を支持するのは私はやめるべきだと思います。それを言っている人がどのような主張を普段しているか、その中身を見ていけば、これは見栄えのいい看板を作っただけなんだなというのはすぐにでもわかるのではないかと思います。というわけで今回は参政党について解説してくださいという要望に応えて、私の知っている情報の一部について皆さんに共有しました。インターネット上にはこうした話だけではなく、ジャンボタニシの問題や参政党内部における凄まじいドロドロとした人間関係やスピリチュアル系の怪しい商売などの話なども出てきます。調べれば調べるほど信頼性がなくなっていくという面において、どれだけ自分で調べていくか、その調査能力を試すような党だと言えるかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。また、情報の更新や整理整頓に役立ったなと思われる方は、評価ボタンのクリックとスーパーチャットのご利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。